どうも。こういったインパクトにつけて使えるアクセサリーで替えソケっていうものをご存知でしょうか。これ最近自分すごい愛用してて、気に入ってるんでちょっとこれ紹介したいと思います。これが何かというと、これ同じものなんですけど、こんな感じでインパクトの先端につけてこういった六角の鉄板ビスを鉄板とかにこう打ち付けられるっていう、そういったアクセサリーですね。これの特徴がですね、こう抜きましてこの部分、どこかの国の国旗の色みたいな感じのこの先端のパーツがあるんですけど、ここもですねこう取れるんですよ。でここに 9.6 ミリとこう8ミリっていう記述がしてあって、状況に応じて2種類のサイズの鉄板ビスを打ち付けられるっていう、そういった代物ですね。でここにですねこう磁石がついてまして、ちょっとやってみます。こんな感じでこう装着するじゃないですか。こう落ちないようになってるんですよ。なのでいちいちこう手で押さえながらこう鉄板ビスを慎重に打ったりとかしなくても、こういって、こんな感じで、こう鉄板ビスを楽々打てるっていう、これ非常に便利なアイテムとなっております。で以前まではですねこれ、同じようなアイテムなんですけど、自分このトップっていうところのやつを結構愛用して使ってたんだけど、これもですね、この中にこう磁石が入ってて、でこう落ちづらくなってるっていう、そういった代物なんですけど、このトップのやつ結構使ってるとですねこの磁石の部分が取れちゃうんですよ。なので今みたいにこう保持しないというか折っちゃって、結局こういった感じでこう押さえつけながらこうビスをこう打ってたんですよ。こんな感じでですね。ただですねやっぱこの磁石が取れちゃうっていうのは非常にこうちょっとストレスだったんで、これが非常に具合が良くてですね、これだともう何て言うんだろう、ここが磁石になってるんで取れようがないっていうのと、ここ分かりますかね。こんな感じでずっとやってるとこう鉄粉がついてきて、こういったビスがうまく入らなくなっちゃうっていう、そういったことがあったんですよこっちでは。ただですねこれだとこんな感じでこの部分を取り外してこの鉄粉をこう除去できると、これめちゃくちゃ良くないですか。でまたこう装着してこうビスを打ってあげることができるっていう、そういった道具です。ここのもう精度もバッチリで、これ和海産業さんっていうメーカーさんで作ってるものでして、和海産業さんってもう知ってる人は知ってると思うんですけど、このネジを作ってる会社さんなんで、この辺りのノウハウはもうバッチリと言いますか、それがこう生きてる、そういった商品ですね。でも当然ですけどこう完璧にこう打ってあげることができるんで、こういった鉄板ビスいっぱい打つっていう仕事してる人いましたら、これかなりおすすめしたい商品になります。てなわけでこの替えソケがあれば現場でこうビスを落とすことがかなり少なくなるんで、これすごい便利なんですよね。ちょっと早速わさび田である作業があるんで、これ使ってその作業をやってみたいと思います。じゃあ現場に移動します。
はい、てなわけで今回この替えソケを使ってこの防風ネットを張るために、このビニールペットを打ったんですけど、そのためにこの替えソケでこの六角のビス打ってあげました。この防風ネットなんですけど、風を遮るっていうよりは、どっちかっていうと虫をこう遮るっていう感じでつけたものになります。あとこれつけてあげることで、この寒冷車っていうこのシェードがあるんだけど、これがいつもこう下とかにこう当たったり、こういうところに当たって擦れてこうボロボロになっちゃうんですけど、そういったものもこう防げるように、こういう防風ネットをやったっていう、今回の作業はそんな感じですね。はい、でこれ本当に使いやすくてですね、もうこんな感じで落とすことが少なくなったっていうか、もうほぼなくなったんで、作業の効率が非常に良くなりました。ビスもなくさずに済むし、これは非常にいいです。であと、さっきも言ったんですけど、これ前使ってたやつですね。これも良かったんだけど、この中にあるこの磁石がですね、こうなくなっちゃってどっか行っちゃうんですよ、使ってると。でなくなっちゃうともうこうポロッと折っちゃうんだけど、これだともう埋め込まれてるんで、そういう心配もないっていうんで、これは非常にいいです。であと使ってるとここにこう鉄粉が溜まってきて、こううまくこのビスが入りづらくなっちゃうんだけど、これならこう外してこの鉄粉を取ってあげれば、またこう元通りすっきりするんで、こうまた作業を続けられると。いやこれ非常にいい。これからも愛用していきたいと思います。これ業者さんとかこういった六角のビスめちゃくちゃいっぱい打つよっていう人に非常におすすめの商品になっております。ここがですね、こうやってあげれば2つのサイズに対応してるんで、これ2個買うよりもコンパクトだし、なくさずに済みますよね。なのでこれ非常に気に入ってます。これもし気になったっていう方がいたら、概要欄にこれリンク貼ってあるんで、ぜひチェックしてみてください。ということで今回は替えソケの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。